魚座のゴールドセイント。12星座の中で最も美しい戦士と呼ばれ、その裏では最も恐るべきセイントであるのが魚座のセイントだ。また作品ごとに評価が分かれやすいのもしかり、そして力こそが正義であると述べる。今回はそんな歴代魚座のゴールドセイントを解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代魚座のゴールドセイントを解説していくぞ。魚座のゴールドセイントって見た目が女以上に女に見える人物が多いよね。まあ、88星座の中でも随一の美貌の持ち主と言われるくらいだからな。その特徴はいいと思うけど、それを魚座っていう星座に当てはめたこともそうだけど、12級最後のゴールドセイントをその立ち位置にしたのが、作者のすごいセンスだよね。というと？いや、よくよく考えると結構、頭ぶっ飛んでいるよなって思って。褒め言葉として聞き流しておこう。まあ、そんな特徴を持つ魚座だが早速解説に移るとしよう。よろしくね。ビスケスのアフロディーテ。創魚級を守護する魚座のゴールドセイント。その美貌は88のセイントの中でも随一と言われ、様々なバラを用いて戦うセイント。その美しい見た目とは裏腹に力こそ正義という信念のもと、天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士と呼ばれていた。左目の下に泣きぼくろがあり、髪は原作では金髪、アニメでは水色髪。名前の由来は愛と美の神アフロディーテから。見た目とバラが相まって別作品のキャラに見えなくもないよね。大地を守るためには幼いアテナよりも教皇こそがふさわしいと考え、教皇が簒奪者であることを承知の上で、年の近いデスマスクや修羅と共に教皇に忠誠を誓っていた。見た目の印象とは裏腹に力こそが全てという分かりやすい性格をしていると言えるね。だな、強い力こそが幾多の邪悪から地上を守ることができるとして従っていた。一見すると悪のセイントのように描かれているが、彼もまたセイントとして地上の平和を守ることを願い、むしろ誰よりも平和を願う心が強いとも言われる。劇中だと完全に悪役サイドだったもんね。作中では12級戦に先駆け教皇の命に従い、旬の師匠ケフェウスのダイダロスを倒した。アニメではミロがアルビオレ討伐に派遣されたものの苦戦を強いられ、アフロディーテが密かにデモンローズを放ち、彼の動きを止めたため仕留められたとされた。原作では男らしく割り切った性格で自身が美を語ることはない。男らしい性格なんだよね、意外と。12級編で創魚級から教皇の前の道には、トラップとして毒バラが敷き詰められており、聖夜はこの毒バラに一時倒されたが、駆けつけたマリンが、一時的に猛毒などから身を守ることが可能である自身の仮面を聖夜に被せることで回復している。直接の対決では因縁のある旬が12級を突破する動機の一つとなり、創魚級にて対峙した。旬の放つサンダーウェーブを黒バラ一本で止め、さらにはネビュラストリームを破るなど強大さを発揮した。そして最後の技であるブラッディローズを繰り出すも、セブンセンシズに目覚めた旬のネビュラストームにより、半ば相打ちで倒された。死に際しては旬を称賛し、バラの葬列に送られるとのセリフ通り、バラに埋もれて倒れた。正義に対しての信念は、死の寸前まで変わることはなかった。こうして見ると強い信念があるゴールドセイントだよね。ああ、ただの悪役サイドで見るのは早計だな。ハーデス編ではハーデスの力によってシオンらと共に復活。デスマスクを助けてムーと戦うが、ムーのスターライトエクスティンクションで倒される。ちなみにデスマスクとはそれなりに仲がいいらしく、デスと呼んでいたりする。PS2、PS3 のゲームでも専用セリフが用意されており、それゆえにコンビとしての人気も高いらしい。あれかな、同じ水の中の生物の星座として仲がいいのかな？どうだろうな。作中最後は他のゴールドセイントと同様に嘆きの壁撃破に尽力し、共に散った。その際、旬に対して12級戦で自分を倒した時のように奇跡を起こすことを教えた。ここからはスピンオフを含めて作品の活躍を解説するぞ。映画セイントセイヤレジェンド・オブ・サンクチュアリでは年齢は25歳。アテナを安全な場所に移すことを進言するが、突如教皇の放ったアナザーディメンションを受け死亡した。戦わずして退場したため、その実力を披露することはなかった。出番が少ないのは残念だったね。セイントセイヤソウル・オブ・ゴールドではユグドラシルの正体と結界の存在を真っ先に知る。終盤で12人のゴールドセイントと共に蘇った際には、実はユグドラシルに葬られていたのではなく、植物の毒への耐性を持っていたためその中で息を潜めていた。後から送り込まれてきたゴールドセイントたちを仮死状態にすることで気を伺っていたことが判明。ロキとの戦いにおいてゴールドセイントの勝利に大いに貢献した。この作品では他のゴールドセイントと比べて貢献度が高いよね。魚座の生まれの人は鼻が高かったんじゃないかな。セイントセイヤエピソード G では年長者として本作主人公アイオリアにリアリストになるように説く。
しかしアイオリアの行動を止めることはなく、なぜか敬語キャラになっている。美について語ることが多く、一見するとナルシストのような発言をしており、美とは表面的なものではなく生き様のことを示している。聖イント聖夜エピソード G アサシンでは本作のヒロインである吉野の護衛の一人として登場。目立たないように女装をしていたが目立ちまくっていた。女とは戦わない敵に女と勘違いされて戦闘を回避。体型は力技でカバーしたことがコミックの背表紙に書かれている。見た目を生かしたキャラの描かれ方をしているね。聖イント聖夜聖インティア賞では、教皇の命令によりアテナである木戸沙織をさらうが、その後すぐに教皇の命令で沙織を日本まで送り届ける。その際に沙織と会話をし、チャンスがあったにもかかわらず、教皇と戦わなかった彼女の性格の甘さを指摘している。ここでも彼の信念たるものを見ることができるね。彼の技も見ていこう。ロイヤルデモンローズ。毒の好機を持った猛毒のバラを投げつける技。甘い好機と陶酔のうちに五感が奪われ死に至る。また使用者は当然対毒体質でなければ自滅する。ブラッディローズ。命中精度は100で相手の心臓めがけて飛んでいく白バラの技。心臓に刺さった後、吸血して白バラが赤く染まっていき、完全に赤くなることで絶命する。なお、この技は刺された本人には絶対に外せないが、他人が手をかけるとあっさり抜けるという弱点がある。ピラニアンローズ。クロス、サープリスをも砕く黒バラの技。花びらは拡散しつつ敵に襲いかかり、まるでピラニアが獲物を食い散らす。唯一技名に魚の名前がある技。ダガーローズ。多数のバラを探検のように相手に投げる技。ピラニアンローズが黒い花びらで攻撃するのに対し、こちらは茎が刺さる。どれもバラを中心にアフロディーテに適した技だね。だな、バラと魚をうまく調和した技名ばかりだな。では次の王座のゴールドセイントに行こう。ビスケスのカルディナーレ。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話に登場する王座のゴールドセイント。双魚球を守護し、バラを武器とする美しいセイント。長い金髪を赤いバラの髪留めでくくっている。見た目の良さは歴代王座の特徴だね。死後の安寧を得るために、ハーデス川に着く道を選んだゴールドセイントの一人。バルゴのシジマを始末しようとし、教皇の魔の迷宮に木戸沙織を連れて迷い込んだシジマを追撃した。ここでも敵サイドなんだね。聖殿、外伝通して初めてアテナに直接制裁されるという名誉を賜ることになった。それって名誉なのかな？しかも幼女となり弱体化したアテナに対しても、何一つ通用せず自分の必殺技を跳ね返されて敗北。なんか、いいところないね。と言っても彼の奥義ダガーローズは、ゴールドクロスに深く刺さるという破格の攻撃力を持つため、ゴールドセイントとして弱いわけではなく、活躍どころに恵まれなかったというのが正しいかもしれない。後に未来から来た沙織をアテナと認め、オデッセウスの放った毒蛇と、双魚球へと続く階段に敷き詰められていた。デモンローズに行く手を阻まれていたシジマたちを救った。一応味方サイドにはなったってことね。彼の技も見ていくぞ。ブラッディローズ。魚座伝統の最後の必殺技。ダガーローズ。本作ではゴールドクロスを軽々と差し貫くという強力な技であることが判明した。もっと王座の活躍が見たいね。次の王座のゴールドセイントは期待に応えてくれるぞ。ビスケスのアルバフカ。名前のアルバフカはバラの品種であるアルバト。スウェーデン語でお茶を意味するフカの造語。歴代の王座と同様に非常に美しい外見で女性と見間違うほどの美貌の持ち主だ。ここは伝統なんだよね。と言っても本人は容姿に触れられることを気にしており、誇り高い性格から容姿だけで美しいなどと評されることを非常に嫌っている。敵である冥界三巨頭からも褒められるくらいだからね。そんなアルバフカだが代々の王座のセイントは、猛毒を持つデモンローズに囲まれて生活しなければならないため、猛毒に頼る体質を作らなければならない。彼はその完成形であり、今やその自身の血までもが猛毒となっている。そのため、普段は他人を寄せ付けないように振る舞っている。だが、本来は気高くも他人を思いやる心優しい性格であり、冥王軍との戦いでも敵の放った毒が周囲の村に広がらないようにするなど、強さ、優しさ、気高さを併せ持つ人物。そのギャップが魅力だよね。作中では冥界三巨頭ミーノスと対峙。防御陣を張るもデモンローズを全て吹き飛ばされてしまう。さらに体を操られて冥王軍の進撃を許してしまうが、ブラッディローズによる罠を仕掛け冥王軍を殲滅した。だが、クリムゾンソーンは防がれるとミーノスに全身の骨を砕かれ、アルバフカは血に濡れて倒れた。その後アルバフカが守るロドリオの村をミーノスが襲撃する。アリエスのシオンがそれを防ごうとするも同様に操られてしまう。
そんな窮地な状況下でコスモだけで体を動かし、全身血まみれのアルバフカが退治。目くらましに全身の血を使用したクリムゾンソーンを放つと、必殺のブラッディローズを放ち冥界山巨頭ミーノスを倒すという大金星を挙げ、彼は生涯を終えた。魚座のゴールドセイントの株を上げた大活躍だね。ああ、彼の技も見ていこう。ロイヤルデモンローズ。猛毒の好気を含んだ赤バラを放つ伝統技。ピラニアンローズ。触れるものを破壊する黒バラの伝統技。ブラッディローズ。放てば敵の心臓めがけて飛んでいき、血を吸い尽くす伝統技。クリムゾンソーン。自身の猛毒の血を霧状にして噴出し、針状の弾幕にして打ち込む技。敵の体内に猛毒の血が入り込めば敵は即死する。さあ、活躍を見せた魚座のゴールドセイントだが、次が最後だ。ビスケスのアモール。セイントセイヤオメガに登場する魚座のゴールドセイント、魅惑と導きを司る。アモールの名の由来はローマ神話の愛の神キューピッドの別名であるとされる。ロングヘアの女顔が基本形だった今までの魚座担当と異なり、短い金髪を立たせた少年のような髪型をしている。青い目に細い眉の童顔が特徴的である。伝統を崩していくオメガらしい見た目だね。他のゴールドセイントたちにも東大の魚座のセイントの存在は周知されておらず、創業級派担当者不在とも思われていたが、黒幕であるメディアの弟であるアモールが抜擢された。先代のアフロディーテと思想は近いところがあり、力こそが絶対的な正義であるという信念を持っている。思想は近くとも完全な敵サイドのゴールドセイントなんだよね。その実力だがメディアを撃とうとしたミケーネと対峙。霊障して闇のコスモを展開させ、彼を瞬殺するほどの実力。獅子座ショック。また、セブンセンシズに目覚めたブロンズセイントたちが相手でも圧倒。処刑用 BGM であるはずのペガサスファンタジーが鳴っても負けないという。お約束も破壊する実力だ。なんかここまで聞いているとかなり強いゴールドセイントだよね。だな、他のゴールドセイントと比べて破格の強さと言える。負ける要素が見つからないね。話を続けるぞ。甲賀にギャラクシーメールの闇を埋め込みラスボスであるアブスを復活させた。だが、姉が自分を切り捨てるつもりだったことにやっと気づいて逆上し、全てを滅ぼそうとする。しかしアクスに乗っ取られた甲賀に一撃で倒された。感情に負けて敗北したけど、万全の状態なら結果は変わったかもね。かもな、彼の技を見ていこう。サイレントウォーター。水の障壁、高圧水流で作られているために、波の攻撃は弾き返す。アレステッドジャッジメント。闇のコスモでしか解除できない高速技。同じ闇のコスモで相殺しなければこの高速から逃れられない。ブラッディカノン。血の色にも似た闇のコスモでダガーを生成、相手に向け投げつける技。ブラッディバレット。ブラッディカノンの応用で闇のコスモの弾丸を相手に向けて放つ。グラビキコンセルト。重力で敵の動きを封じる技。闇のコスモで生成された指揮棒を指揮者のごとく振り上げ、相手の自由を奪い地面に勢いよく叩きつける。なんか闇のコスモを使った技が多いね。その分強力であるということだな。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな？どうした？作品によって株が上がったり下がったりする変動が激しいのが魚座だね。神座にも同じことが言えるな。だね、同じ海の生物ということだし。では、ご視聴ありがとうございました。